どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。緊急で動画撮ってるんですけども、急に Apple 製品が、謎のセールが始まっておりまして、こんな感じでなんかあるんですけど、今日1日から、Amazon のですね、タイムセール祭りっていうのが、昨日あたりかな、今日かな、告知されてて、それとは関係ないんですよね、正直ね。これもあるので、これを待つ前提も頭に置いといていただいて、これもエントリーしておいてもらってもいいと思うんですけど、1日からですね、これは。一応セール対象商品一部公開されてるんですが、アビオットあるな。ただ見たところApple 製品はなさそうでしたので、このままセールになるのかよくわかんないんで、突入するのかいつまでかよくわからないんですが、おすすめ製品を見ていきたいと。20個ぐらいですかね。こちらへ概要欄載せておきますので、Apple のね一覧ページでございます。概要欄載せておきますが、なんかね変な分かりづらいね場所にあったんですよね。並び替えでおすすめ商品になってるんですけど、例えば価格の安い順番とかにすると見やすくなるのでおすすめです。12レザーケースとかあるけど懐かしの、はい、これ誰が買うんだって感じだけど、いろんな商品が意外とありまして、Apple Watch がねかなりありますね。Mac 類とか iPhone はあんまりないんですけど、いくつかねご紹介していきたいと思いますので、はい、アクスリアの独り言 26% 還元でございます。一部やばい商品もあったので紹介していきます。でまずこのビーツのですねフレックス、26% オフということで、前に出たモデルではあるんですが、非常に使いやすくて軽くて、Apple 製品との相性も良くで、マグネットでカチッとくっつくので、かなりですね使いやすいというか、Android もですね使えますので、9000円ぐらいだったのかな、7000円台なんで、このブラックフライデー並みの安さになってますので、謎ですね正直ね。よくわかりませんが、エントリーモデルね、ビーツのスタジオバッツプラス、昨年出たね新しいモデルになるんですけど、あとビーツスタジオバッツっていうのもあるんですけど、プラスがおすすめです。こちらがノイキャンとかですね、音質も改善されて、廉価版の AirPods Pro みたいな感じでノイズキャンセリング使えたりとか、こういったクリアなデザインとかあります。このコズミックシルバー以外は全部安くなってますね。ノイキャンとかね、外部音取り込みモードも十分優秀かなっていうところで、もちろんマイクついて再生時間もそれなりにあってね、コンパクトなので廉価版 AirPods Pro として結構おすすめでございます。普通の AirPods のこの第2世代ですね、こちらに関しても11% オフということで安くなっておりました。これもでも久々じゃないですか。ブラックフライデーぐらいかな、なかったのか、もうないぐらい。今からこれ買うかっていうちょっと微妙なんですけど、安くて使いやすさっていうところはありますので、限定数10万個がよくわかんないんですけど、いつまでなのかよくわからんこのセールは。これの最新バージョンに当たるのがこの第3世代ですね。今から買うなら僕はこっちがおすすめかなと思いますけども、充電、マグセーフ充電に対応した方が使いやすいかなと思います。これでひっつけてですね、充電が可能になります。ライトニングでもいいよって方はね、ライトニングケースでもいいと思うんですけど、ノイキャンとかはついてないけど、音質とかがねかなり改善されております。で使い勝手もね良いので、耳にガッて入れたくない方はいいのかなと。周りの音が聞こえるので、 iPad のこの USB スマートキーボードも安くなってましたね。純正の高いのでね、普段ね24000円ぐらい、 iPad 9世代と一緒に使い狙ってた方いいんじゃないかなと。 Apple Watch ですね、シリーズ8がかなりお値下げありまして、で49,600円というところになってます。シリーズ8、1個型落ちになるんですけども、基本シリーズ9とねそんな変わんないので、41mm ですかね、小さめのケースにはなります。あと 45mm もあるんですけど、プロダクトレッドとかねスターライトあたりも、4万円台なら結構ありかなと思います。カラーによって少しね値段が違うので、そこは見てもらいたいんですけど、あとこの 45mm、男性とかだとこのちょっと画面が大きくなるので、こっちがおすすめかなと思います。そこまで値段もね変わらないみたいなので、それだったら僕だったら45買うかなと思います。カラーによって結構価格違うので、僕使ってるまではこのシリーズ7になるんですけど、同じこのステンレスとシルバーミラネーズループ、ここが磁石でカチッとくっつくモデルなんですけど、かなりねさっきのアルミと比べるとステンレスの方が高級感というか、その分少し重さはねあるんですけど、より時計らしく使いたいって方はありだと思います。やはりこのミラネーズループも高級感あるんですけど使いやすくてね、僕も気に入っております。グラファイトとかもあるのかなとか、ゴールドとかもあるので、この普通のバンドのモデルもあり
ましたね。これはでもね、最近あんま安くなってなかったんで、最安値になってるね。8万7000円ぐらいが最安値だったと思うんですけど、安値だね。地味に。7万9000円。このスポーツバンドはスポーツバンドで使いやすいので、この辺はもう好みに合わせて買っていただければなと思います。皮膚温センサーがついてるかな、シリーズ8は。はい。で、そうだね。あとグラファイトとかもあるので、あとゴールドとか、自分の好みに合わせて買ってもらえばなと思います。で、iPhone に関しては今回そんななかったんですけど、iPhone13 の 512GB が13万円ぐらい出ます。これだと128GB 出せばiPhone15 買えるのでどうかなっていうところはあるんですけど、多いのが欲しいよっていう方はいいのかなと。3万円ぐらいは安くなってるのかな。13 Pro とかでもいい気がしますけどね。Pro Max のあと1テラがセールになっております。なかなかここまで容量ね欲しい人いないと思うけど、一応紹介しておきます。こういうのもあるよっていうぐらい。この価格なの出すなら15 Pro とか買った方がいい気がしますけどね。あとね、この15 Pro のクリアケースが安くなってまして、6000円まで来てますね。公式で買うと確か今ね、7980円ぐらいだったと思うんですよね。15とか、モデルによって微妙に違うんですけど、結構6000円ぐらいならそもそも高いんですけど、ありかなと思いますね。これはちょっとね、なくなっちゃったみたいですけど、13 Pro Max のケースが半額ぐらいだったね。3900円ぐらいだったかな。純正ね。たまにこういう謎のセールがあるので、3990円だったね。7600円で売ってるものがちょっとなくなっちゃいましたが、そういうのもありますので、ベルキンもなぜかセールしてて、わかりませんが、これ 15W 高速充電対応したワイヤレス充電器と AirPods Pro、ここで一緒に充電できます。これ新しいタイプかな、でもね。でも T2 のモデルも出てたような気がするんですが、全然これでいいかなっていう気がする。他のはそんなに安くなってなかったかな。このドックのやつとか気になりますけど、ここら辺はちょっとセール待ってもいいのかなっていう気がする。ベルキンのマグセーフの充電器もですね、安くなってますね。20% オフで、7.5W になるんですが、これケーブル長さがね、2メートルあるんですよ。なのでかなり使いやすいんじゃないかなと。VGP 使用しております。コスパいいよみたいな感じです。結ぶところもあるので、ケーブル長くても持ち運びやすいかなと思います。2メートルあればかなりね、使えるかなと。こういう使い方ができるんじゃないかなと。これですね、多分次の動画でも紹介するスマホリング。これ今ね、ベストなスマホリングだと思ってるんですが、これがちょうど僕注文して表示なくなっちゃったんですが、50% オフクーポンっていう謎のやばいやつがあって、ただ買う場所が2つあったので、一応買ってみたんで多分大丈夫だと思うんですけど、この販売元がソディデザインにはなってるので、ちゃんとおそらく大丈夫だと思うんですが、 50% オフになっております。360度回転しまして、縦置きもできるかなと。カチカチね、中がねぐるぐる音が鳴るんですよ。これがすごい固定もしっかりされて、これは本当におすすめです。一回買ってほしい。騙されたと思って。マグセーフアクセサリーですね。あとこのソノスもね、なぜかセールしてて、こちらもですね、エアプレイというものに対応してて、iPhone とか何でもいいですけど Apple 製品って音をねそのまま飛ばせるんですね。エアプレイっていう企画で、音のコスパもこれもいいって言われてるやつで、金賞かな、3万円以上4万円未満のモデルで、なので、割といいかなっていう、コンパクトなモデルでテレビのスピーカーとして使えるのでありだなっていうか、これもおそらく1ヶ月ぶりぐらいかな。ほぼ最安値というか最安値だねかなと。2キロぐらいか。そもそも結構ねセールしてましたね、なぜか。でこのタイミングなのかよくわかんないんだけど、サウンドバーとかね Bluetooth 対応の方がいいっちゃいいかもしれない。Apple 製品があるならありかなと。AirPlay 対応のやつですね。あと Mac がこの M1 の iMac かな、これは2021なんでお安くはなっておりました。 256GB かな。普通に使うには全然 M1 で大丈夫ですからね。M3 のモデルは出てるんですけど、3万ぐらいの差かな。3万だったら M3 買ってもいいかなっていう気はするんですが、一応紹介しておきます。でもこれブルーだけなのかな。112はシルバーだったかな、確か。シルバーがですね 512GB とセールしてます。メモリは 8GB になりますが、普通に使う分には問題ないですからね。シルバーすごいやっぱ綺麗なんだよね。高級感ある感じで、ポップなのが好きなブルーとかにはなると思うんですけど、いいよね iMac ってやっぱね。ただ M3 をしてもいいかなとは思うけどね。 M3 の方がもちろん性能はいいんで、価格もただそれなりに、こんなするんだっけ、10コアだからか。GPU8 コアだと19万ぐらいであるんで、それだったらこっちでもいいかなっていう気がするな。256でいいんだったら M3 の方が性能がいいんで、これ最近出たやつなんで、この M2 Pro の16インチが 512GB かな
まあメモリはこれ16ギガ最初が載ってるので26万ということで、これは結構ねありなんじゃないかなと思ってる。16インチでいいんだったら、14インチはねなかったんですけど、これはお得じゃないか。30最近まででも在庫なくて、まあ1個型落ちなんですけど、言ってもこれ去年まあ1年前か出たの。まだめちゃくちゃありだと思います。これはいいな。一応1テラがね、しかもあと2万円ぐらい乗せたら買えるのか。だったら1テラにするわっていう感じ。28万あれじゃない？今多分30いくらだったかな。50万はえぐいて。38万もするか。30ね、2万ぐらいだったと思いますね。確かね。一番安いモデルが M3 Pro が 512GB、 これで容量倍あって安いからこれでいいよ。性能そんな変わんないで正直。めちゃくちゃいいじゃないか。これは迷うな。あとこの M3 のモデルになると、これもね普通に買うより安いんだよね。24万4800円かな確か。23万8000円かちょっと忘れたけど、1万円ぐらいね、なぜか Amazon で買うと安いので、まあ、もちろん注意点とかいろいろあるんですが、本体がねこのプロの本体使えるっていうのはかなり利点だと思うんで、まあ USB-C 端子がここないのは注意なんですけども、まあそこら辺動画で解説してるので、まあ、意外と Amazon で買うのもねありかなと思います。割と価格差あるので、同じものを買って1万円ぐらい差があるんで。ということでそんな感じでございました。あとまあ一部ですね、良さげなおまけみたいな感じで食料品かな。キリンの生茶のほうじ茶でございます。ほうじ茶僕最近ハマっておりまして、普通に美味しい。これまあ生茶普通に美味しいんですけど、そもそも煎茶を報じているというところで、これ普通に美味しいです。棒茶とかね、ラベルレスがまあ便利かなと思うね。安いし、環境にもいいですし、処理が楽。これも最近ね美味しいなと思った無糖のラベルレス。まあこれはもともと売れてますけどね、結構ね、美味しい。糖がいいんですよ。これねご飯とかとすげえ合う。意外と昼の休憩とかに一緒に持っていくといいんじゃないかなと。1本あたりが83円来ておりますので、提供特便だと79円かな。たまたまこれ見つけたですね、なんかすごい美味しそうな白ごま香り立つクリーミーな味わい、汁なし担々麺って書いてあるけど、汁あるよねこれ。担々麺だよこれ。茹でて入れる感じですよねこれね。白ごまペーストで取り出しの、これでも絶対美味しいよなと思って。3袋6人前か、だいたい2人分なので、まあどうだろう、1袋あたりだから1人だったら250円ぐらい。まあでもそう考えるとそんな安くはないのか。小川製麺所すごい美味しそうなんですよね。買ってみます。簡単に美味しい。まあ簡単にこう家でサクッとできるのがいいかなと思いました。このまあ松屋のですね、そろそろ買い足ししようかなって。牛飯とロースカツとまあカレーの積み合わせセットがなかなかこれ1食あたり192円なんで、なかなか安いなと思いました。最強だよね。10個6個ちょっとねやっぱ牛飯だけだと飽きたりするんで、カレーはね少し辛いんですけど、卵入れるとちょうどいいです。おすすめは卵ドゥンって入れる。はい、ロースカツは普通にうまいです。松の屋ねたまに行くんですけど普通に美味しい。で全部レンチンでね3分でレンチンするだけなんで、湯煎すらしなくていいんで、これすごい楽です。という感じでですね、Amazon フロントの方でね全部まとめてはあるので、今までのものとか食料品とかここに、ただそんなにねやっぱり食料品とか多分1日からかなと思います。ただ一部やっぱ Apple 製品とかね、まあトラスのやつとかもセールになってるんで、これとかこう ESR とか安いんだよね。デザートウエストとか ESR のね、これすごいおすすめですね。全部入ってるんで、ケースとか。はい。これにちょっと覗いていただければと思います。ね、結構セールだと赤くなってるんで分かりやすいんですよね。おすすめアクセサリーとか全部載っておりますので、ぜひ概要欄からチェックしていただければと思います。そういった形でですね、最近Mac かな、この M2 じゃ今買うのありなのかとか、なんで M3 僕は待ってるのかみたいな、M2 持ってるからっていうのはあるんですけど、あとこの Mac の選び方とか好評でございます。はい。初売りで、これ紹介した製品とかもしかしたら安くなってるかもしれないので、してみてください。あと iPhone のアクセサリーですね。これおすすめかな、今一番でございます。はい、M3 の解説、買ってよかったものもね、これ見てほしいけどな、正直な。あと iPhone のレビューとかも今準備しておりますので、ぜひチェックしてみてください。あとコミュニティ欄で随時いいですね、投稿してますので、ぜひチェックしてもらえればと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。今日はちょっとこのまま失礼いたします。いやー、なんだこの謎のセールは。突然すぎるよ。やめてくれ。